今回もドラクエスマグロやっていきたいと思います。ということで本日はですね、スライムナイト簡単周回プラス1日やることまとめということで見ていきたいと思います。まずはですね、スライムナイトの簡単周回ということで、現在ですね、イベントの方がやっておりまして、強敵マッチというものになってます。スライムナイトですね。これがちょっとね、やる感じなんですけど、マルチもね、ついにメンテナンスが明けて、解禁がまたされるということなんですけども、今はできないと。なのでね、ちょっと強敵マッチの方の周回を見ていきたいかと思います。で、編成なんですけれども、とりあえず、はやぶさの剣、これを持ってるっていうのが重要かなと思います。あとは、雷系の装備ですかね。で、このですね、氷の杖があると、より一層いいかなと。氷結の構えというのがありまして、これは敵にダメージを受けた時に氷結の氷塊を出すんですね。氷の塊をドンと出すんですけど、これがね、結構ダメージが入るので、これもね、あるといいかなと思います。ここに関しては別に装備しなくても OK です。このね、2人の装備をしておく状況。で、防具とかはね、星2でもいいかなと思います。で、この動画で重要になってくるこの周回というのは、簡単普通難しいチャレンジとあるんですけれども、この普通で周回をしつつ累計ポイントを獲得してスライムナイトのこのコスト40を S ランクにしていくというのが重要になってきます。で、このスライムナイトの心なんですけれども、なかなか強くてですね、炎ダメージの状況が上がるよと、ダメージが、炎の剣と相性がいいものになってます。で、これを入手して炎の剣を装備して炎のダメージを上げておくと、こちらのですね、チャレンジ、祠のアイスゴーレム、ここで敵がですね、炎の弱点になってるので、ここで心とね、炎の剣を心じゃねえや、メモリと武器をですね、合わせて、相性がいいよというところになります。自分はちょっとないので、砂人の槍あたりで挑戦していく感じになるんですけれども、炎の剣があるよって方は、合わさってね、ダメージが上がるのかなというところになっています。それではこのスライムナイトやっていきましょう。チケットの方10枚。現状簡単普通難しいで10枚なんですけど、ちょっとチャレンジの枚数も多分同じだと思うんですが、10枚必要になってくると。で、このコスト40のね、やつを S ランクにしていきたいかと思います。基本的に操作するのは選手のみですね。はい、それでは見ていきましょう。これはバギーボールですね。で、注意点があって、他の敵を倒してもポイントがたまらず、スライムナイトに与えたダメージ分でスコアが増えていくっていう感じですね。なので、ブーメランとかよりも、はやぶさの剣の方がいいという形となります。で、基本的にはスライムナイトに攻撃を与えて、ダメージを与えてやっていくと。スライムナイトにしっかりとダメージを与えて攻撃をしていくって感じですね。さあ、はやぶさボール。で、はやぶさ切りが溜まりましたら、超はやぶさ切りを使って物を増やしていくって感じです。ここね、拡散攻撃よりも連続攻撃。なるべくスライムナイトにどんどん攻撃していくようにする感じですね。周りの敵を倒せば、スキルがね、もらえるやつが増えるんであれなんですけども、基本的にはスライムナイトに当たるようなスキルをね、取っていくのがいいかと思います。で、ここは物がね、なくなってからのがいいかと思います。今使っちゃったんですけど。はい。で、ここバギーボール。早くしてもよかったかな。でもあんまり動かさなくてもいいんですけれども、これでだいたい19000とか、その辺でね、スコアが稼げるっていう感じです。で、防具の方がもうちょっとしっかりしてればですね、あんまりダメージが食らわないんですけど、星2とかなんで今結構ダメージが食らってると思うんですけども、基本的には選手なのでね、耐えられる状況になってるかなって感じです。動かしても全然 OK ですね。さあ、ここで超はやぶさ切り入れてバギーボールまた出していきましょう。
ここはミラツブデでいきましょうか。最初はちょっと大変かと思うんですけれども、ここは毒でいきますか。いい感じです。で、また超はやぶさ切りっていう感じで、ずっと続けていく感じです。今回ちょっと少なめですね。でも1万8000はいくかな。はい。という感じで、スコアの方ですね。このように稼いでいくよと。はい。で一応ね、これ経験値ももらえるので、チケットがある分だけね、周回していくのがいいんじゃないかなと思います。で、DDC ということで、こちらでもね、物がもらえるよと。で、報酬の方で、28万ですね。28万まで、もらっていただければ、S ランクは作れるんじゃないかなと思います。ということで、S ランクの方作っちゃおうかと思います。で、これなんですけども、5個ですね。A ランク5個で S ランクにすることができます。チケットが余った方はまたね、集会の方してスライムナイトの心を入手して他の、パーティーの子たちにね、つけると、これ HP 上がるのでね、耐久値上がるんじゃないかなと思います。ということで S ランクにしちゃいましょう。はい、ということでランクアップ完了ですね。ありがとうございます。という感じでね、スコアの方、こういう風に、B ランクまで持ってこれましたね。これでもね、結構57とかなるので、57じゃ50とか上がるんでね、他のパーティーの子たちにつけてみるのもいいんじゃないかなと思います。ここまでがスライムナイトの簡単周回の内容となります。基本的には動かさずに、ずっとね、殴り続けていけばいいのかなってところですね。はい。続いては1日やることをまとめということで見ていきたいと思います。まずはですね、ミッションの方なんですけれども、これはね、必ずデイリーミッションやっていきましょう。30ジェムもらえるし、スタミナね、とか、防具の強化とかももらえるので、必ずミッションの方やっていきましょう。続いて、ウィークリーミッション。1日やることまとめの中ではないんですけども、ウィークリーなんでね、あれなんですが、300ジェムとかももらえるので、しっかりとやっていきましょう。続いて、探索。探索なんですけども、これ結構ね、バカにできないなと思いまして、こちら見ていただくとわかるんですけど、ミニデーモンのメモリとかもね、入手できるチャンスがあるよと。で、獲得できるアイテムの中に、ゴールド、メタルチケットとかもあるので、自分まだちょっとね、3章の10は終わってないのであれなんですけれども、ちょっとこれ、完了できないかいも。できないや。あと8時間もかかるんですけども、これ3章の部分もあるんですが、今2章を周回している感じなんですけれども、このようにですね、メモリももらえるので、しっかりとね、忘れずに、ちょっとね、こういう時間でね、8時間とかなっちゃうと忘れちゃうところもあると思うんですけども、ちょっとバカにできない要素になってるので、これもね、忘れずにやっていきましょう。強化も忘れずにですね。続いて、異世界情報福引き。これまだやってないのでね、後で引こうかと思うんですけども、1日1回無料で引けます。適用割合の方を見てみると、しっかりと星3の装備もあるので、これ忘れずにね、必ず1回引けますので、やっていきましょう。続いて、アイテムゴールドの購入、メタルチケットですね。これね、アイテム購入のところにメタルチケットがあるんですね。あと2時間後で公開されるんですけれどまた、これもね、1日1回、経験値で言うと2万から2万5千分、平均で2万5千分ぐらいの経験値、損してしまいますので、必ず入手していきましょう。続いて、ゴールド交換所。これはですね、現在マルチの方が、できない形になってるんですが、無料でね、マルチの手形、祠の鍵、入手できるので、これも必ずね、次のそのログインボーナスの時間が来るまでに
しっかりやっておくといいかと思います。時間の切り替わりは朝の5時ですかね。はい、続いてはですね、メモリー図鑑とモンスター図鑑のジェムの回収を忘れずにやっておきましょう。実はですね、これ、モンスター図鑑と、この報酬の欄にジェムとかと、あとこれね、ステータスが上がる要素の部分もあるんですよ。なので、しっかりとここのね、一括報酬もらってね、あとイベントの方も、受け取りしまして、びっくりマークつかなくなるまでやるといいかなと思います。結構これもね、蓄積されていきますので、なかなかね、もったいないですよね、こんなにあるとね。なので忘れずにやっていきましょう。はい。続いてはモンスター図鑑の方ですね。こちらは、先ほどのステータスとかはちょっとないんですけれども、ジェムの方が回収ができるので、しっかりと回収していきましょう。少ないっちゃ少ないんですけれども、蓄積していくとね、バカにできませんので、しっかりと回収していきましょう。はい。ということで今回はスライムナイトの簡単周回の方と、1日やることまとめ、1日というよりもやることまとめですかね。やった方がいいことのまとめをまとめていきました。メタルチケットとか結構もったいないんでね、あと福引きの方も。これはね、必ず忘れずに、やるといいんじゃないかなと思います。スライムナイトの方も、メモリの方ですね、S にすればかなりステータスも上がるので、しっかりとやるといいかなと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また次回のドラクエ動画でお会いしましょう。それでは失礼いたします。またね。バイバイ。